さあ、今回はこちらの製品のご紹介です。はい。何でしょう。バッテリー充電器と見えます。と、この形はもうバッテリーです。最近結構リチウムイオンバッテリーを使う機会が多くて、いろいろできて面白いから、ちょっと今日はこれの紹介をしたいと思います。はい。で、メーカーがレッドオードっていうメーカー、リドードだと思ってたらレッドオードっていうみたい。バッテリーがリン酸鉄リチウムイオンだから、それ用のバッテリー充電器、300ワットぐらいで充電できるやつと、で、これがバッテリーだね。こんな感じ。製品マニュアル説明書。この下にバッテリーがあります。小さいね。どう？結構コンパクトだね。12.8V の 100Ah なんで 1280Wh だね。のリン酸鉄リチウムイオンです。はい。初心者向け操作ガイドで、もう本当にプラスマイナスからどうしなさいみたいな、それぐらいの内容で、わかんないことはサービス JP の redwoodpower.com っていうメールアドレスがあるから、日本語で対応してくれるところがあるので、ここに質問したら大丈夫です。保管方法とかね。製品マニュアルちらっと読んどこうか。大きさ、バッテリーのサイズが、ここが 329mm の高さが 214mm で、幅っていう厚みっていうのが 172mm で、この上に M8 のネジだね。で、動作電圧が 12.8V で、充電電圧が 14.4V 14.4プラスマイナス 0.2V なんで、これ 14.6V の 20A の充電器で充電できます。はい。容量が 100Ah で、BMS の容量だねも 100A までなんでマックス 1280W 出ます。出力として 1280W で、容量も 1280Wh だね。まあでも結構このサイズにしてはめちゃくちゃ大きくない？そうだね。めちゃくちゃコンパクトだもんな、これ。コンパクトだよね。すごくない？BMS ボードが 100A ってさっき言ったと思うんだけど、だから 1280W 出せますよと。で、それが継続して出せる最大電流だね。で、瞬時は280A まで出るみたい。すごいね。だから 3000W 近く出せるってことだね。一瞬ね、5秒間っていう感じです。なんせコンパクトだから、どれだけコンパクトにね、システムを組めるかっていうのをちょっとやってみようと思ってます。はい。で、これがどれぐらいコンパクトかっていうところでいくと、これがだいたいね、11キロぐらい重さが。だからまあ、余裕で持てる。結構軽い。11キロね。で、これで 1280Wh でしょ？これはリン酸鉄リチウムイオンなんだけど、で、こっちに昔使ってた鉛バッテリー、鉛のバッテリーで、ディープサイクルバッテリーっていうね、放電、深度が深いやつ。まあ、車のバッテリーのとはちょっと違って、いっぱい使っちゃっても大丈夫なの。50% ぐらいまで。でこれが重さが26キロとか27キロ。結構重いんだね。めちゃくちゃ重い。全然違う。全然違う。だってこれだったら小指で持てるもん。ね。これ多分絶対無理。まあ3本ならいけるけど、小指じゃさすがに無理で、だから重さが 2.5 倍以上でしょ。で、これ容量が 115Ah なんだけど、でもこれ実際使えるのは 50% ぐらいまでだから、容量としてはこれの半分ぐらいなの。いいでしょ。で、まあただね、やっぱりリチウムイオンバッテリーなんで注意しないといけないところは何個かあって、寒さ暑さにちょっと弱かったり、特に寒さに弱かったり、取り扱いのところはちょっと気をつけないとダメなんだけど、まあそれでもリチウムイオンバッテリーの中でもいろんなのがあって、リン酸鉄っていうのはかなり安全な部類に入るんで、まあ大丈夫だと思うし、もう結構実績もあるしね、ここ何年も。いいんじゃないかなと思います。はい。では次、このリン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電器。で、入力は100から240まで OK で、製品マニュアルと出しちゃう。こんな感じの。いいね。これに変わってるね。わかる？これに。バッテリーにこう先つけといて、これをカチャってするだけね。カチってするだけの。これいいよね。いいよね。俺が持ってるやつこうじゃなかったんだ。前のやつは。これすごいいいです。安全だよね。安全だね。この充電器を使ってこのバッテリーを充電できると。で、これは
12.8V、まあ、12V なんで DC なんだね。直流の 12V しか出せないんで、インバーターっていう機械を介して AC にする。AC の 100V にするんだけど、で、その装置は、レッドオードからはね、出てないのかな、ちょっとわかんないんだけど、家にあるやつで、インバーターと呼ばれるものをこのバッテリーとつないで、ここから 100V が出ると。で、これで初めて家の家電製品が使えるようになりますよと。これもね、結構値段がピンキリなんだけど、でこれはちゃんと制限派インバーターって書いてあるんだけど、綺麗にサインカーブが出てる、こういう。で、やっぱ制限派インバーターにしといた方が良くて、で、これもね、でもね、車のさ、中古屋さんみたいなところで、新古品が1万3000円ぐらいで売ってたんで、それを買ってます。まあでも2万ぐらい出せばあるかな。で、これはね、最大出力が 1000W のもの。だからまあ5、600W ぐらいまでで抑えといた方がいいと思うんだけど、まあそういうものです。で、この3点あれば、もうポータブル電源です。いわゆるポータブル電源です。充電を家のコンセントでするための、これね、ついてるでしょ、ポータブル電源にも。で、これが充電されると。で、それでこっちから充電された 12V を 100V に変えて AC で使うと。で、こういうセット。で、これがね、今いくらぐらいだろう。6月末の Amazon の価格でね、だいたいいくらぐらいかなって今ちょっと見てみたら、これが4万円弱、3万9000円ぐらい。で、これが1万5000円ぐらい。今ね、充電器が。で、これが1万3000円ぐらいなんで、トータルで6万7000円ぐらいかな。まあ、容量は 1280Wh ありますよと。で、充電スピードはだいたい 300W ぐらいで充電されるから、だいたい4時間ぐらいで充電できると。で、出力が、これ 1280W 出せるんだけど、こっちのインバーターが 1000W の使ってるから、1000W までしかマックスでも出せない。まあ、マックス一瞬時は2000まで出せるんだけど、1000W までしか出せないっていうところで、ギリギリまで使いたかったら、これを 1500W のインバーターとかにしといた方がいいかもしれない。でもまあ、これで、まず一つのユニットとしてできるんで、どう？面白いでしょ？自分でも作れますよって。で、これを俺は箱に入れて、持ち運びができるようにしようかなと思ってるんだけど、でちょっと一回繋いでみるね。はい。繋がりました。まず、このプラスね、バッテリーのプラスと、インバーターのプラス、マイナスとマイナス。で、これは、バッテリー充電器の線も繋いどいた。で、これカチャッとやって、コンセントに挿したら、これが充電されると。で今まだ充電しないから。で、これが本当に動くかどうか、ここ電源ね。あ、電気ついたね。で、ちょっと動くかを試してみます。首振り。どう？ああ、ちゃんと動くね。もうこんだけです。もうすごい簡単、これは。簡単だね。簡単。誰でもできそう。誰でもできる、本当に。こういうもんです。はい。で、これで切れると。止まるでしょ。これを充電したいときは、これをこう、カシャッとやって、これを家のコンセントに挿すと。ここ挿しても意味ないからね。そうだね。なんかぐるぐるなって壊れちゃうと思う。するだけじゃん。多分いいことないと思う。どうなっちゃうんだろうね。ちょっとわかんないけど。でもあんま良くないよね。良くないと思うよ。まあ、溜まることは絶対ないし、変換効率がさ、ちょっとロスするから。ちょっとずつ減ってくんじゃない？でもそんなうまくいかずにすごい良くないと思う。充電をするにあたって、このエルパで実際何ワット出るか見てみます。OK、GO。どうだ？お、入ったね。60ワット、300ワットぐらい出ると思うんだよね。ああ、出るね。321ワット。320ワットぐらい。なるほど。こんな感じです。この3つがあれば充電はまずできる。で、充電した 12V の電気を 100V に変えて AC 出力して使うこともできる。まあ一通りのことはできるからいいんだけど、これからポータブルにしようと思うんですけど、じゃあこれを車に乗っけて車で走行充電もしたいなと。で、そうなった時にどういう方法があるかっていうところですね。で、一番簡単なのは車のバッテリーにインバーターをつなぐと。これですね。今このインバーター、こっちのバッテリー、
今回のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーにつながってるけど、こっちじゃなくて車のバッテリーにつなぐと。で、そこから運転中に車のオルタネーターを介して充電されたバッテリーにこれをつないで、ここから100ボルトを出して、で、ここの口にこのバッテリー充電器の線を挿してあげると。で、このリン酸鉄リチウムイオンを充電すると。そしたら車の運転中も充電はできます。ただそれだと、じゃあ次車止めた時にこのバッテリーからインバーターを介して電化製品を使いたいってなった時に、また配線をこう外してなんだかんだしないとダメで結構めんどくさいんですね。なんで一番簡単なのはもう一個インバーターを準備してやると。今言った内容がこれです。イメージはこんな感じです。これが車のバッテリーだと思ってください。で、これが車のバッテリーで、車のバッテリーにインバーター。これちょうど同じの2つ持ってるんですけど、車のバッテリーにインバーターをつなぐと。車のバッテリーには、車運転してるときはオルタネーターから発電されるんですけど、だいたいどうだろう、ハイエースで150アンペアぐらいかな。ぐらい出ると思うんですね。まあ、いっぱい回してるときとか、その、走行の状態とかにもよるんですけど、まあ、マックス150アンペアと。で、まあ、電気とかエアコンとか、まあ、いろんなそういう車で消費する電気を除いたら多分60アンペアとかは余ってるんじゃないかなと、そんな気がするんで、60アンペアってことは、まあ、700ワットぐらいは大丈夫なんじゃないかなと思うんで、まあ、それでいけばこれ、今回の走行充電器20アンペアなんで、まあ、20アンペアぐらいなら大丈夫かなと。まあ、こういう感じで車のバッテリーからインバーターにつなぐと。で、このインバーターにこれですね、この充電器をさしてあげると、こんな感じで、運転中はこれをオンにしてこれが充電されると。で、まあ、だいたい1時間あたり300ワットぐらいで充電されると。車エンジン切ったらここをオフにすると、もちろん。で、そしたらここも充電はされなくなる。で、バッテリーは上がらないと。で、車の中で家電使いたいときはここの電源をオンにしてやると。このインバーターはこっちの車のバッテリーには全くつながってなくて、レッドードのリン酸鉄リチウムイオンにつながってるんで、ここから電気を使うと。で、また動くときは電源切って、こっちの車のエンジンかけてここの電源を入れてあげると。まあ、こうしてやれば簡単に走行充電もできると。で、ここはモバイルにしといたらいいんで、これを全部箱作って箱に入れといて、このコンセントだけをこう車に挿すようなイメージですね。まあ、それでもいいんだけど、ちょっとそれじゃあ面白くないというか、インバーター2つ準備しないとダメで面白くないんで、前にもやったことある方法でちょっとやってみようかなと思います。じゃあ何をやるかっていうと、この一つで走行充電もしたいし AC 電源も使いたいと。で、ポータブル式にしたい。で、もっと言うと、もうエンジンかけたらここをオンにするとか、なんかこう線を刺したり抜いたりするっていうのはもうしたくないので、もうエンジンかけたらシステムがオンになって自動で充電される。で、エンジン切ったらこれへの充電はストップして AC が使えるようになる。で、もちろんエンジンかけてる時もこのインバーターを使って他の家電を動かせると。そういうようなシステムをちょっと作りたいので、それをするためにはリレーが2つあれば実現できます。で、そのリレーが1つがこれ。で、これがもう1つ。で、まあこれね、多分よくある A 門の4極リレーですね。で、こっちは海外製の 12V250A まで使える5極リレー。これは5極です。4極じゃちょっとダメで5極リレーが必要です。こっち側は A 門の 12V の 30A の4極リレーですね。で、この2つがあったらもうバッチリです。で、あと他に、やっぱりこういうバッテリーをなんだかんだするときはやっぱり危ないから、こういうヒューズとか、こういうスイッチですね。これ 100A のスイッチなんですけど、ヒューズとかはこのプラス側にね、絶対入れてあげた方がいいので、こういうのも準備が必要になります。で、今の説明でちょっと分かりづらいと思うんですけど、イメージとしては、これが車のバッテリーで、こっちがサブバッテリー。止まってる時に使いたいバッテリーと。で、どうするかというと、このインバーターを、
エンジンかかってる時はこっちの車のバッテリーから供給されると、電気が。でエンジンを切ったら自動的に線切り替えずにこっちにつながると。まずそういうシステムを作りたい。なんでこれをするにはこの 12V の 250A の5極リレーを使えば実現できます。でこれ 250A 流せるんで、マックスこれ 1000W 使えるんで、だいたいどんくらい 80A とか 90A ぐらいで、瞬時とかで考えたら、200A ぐらい一瞬流れる可能性はあるので、最低でも 200A 以上のリレーを準備しないとダメかなと。でここのプラス側の、こことこの車のバッテリーのここのプラスのもう近くにそれぞれブレーカーかヒューズを入れてあげると、そういう感じですね。これをしてやればインバーターの線の差し替えは必要なくなると。もう最初から両方につないでおいたらいいと。これで1つ目まず解決です。で次はこれですね。このバッテリー充電器 AMON の 12V30A の4極リレーを使います。これで何してやるかっていうと、このコンセントはもうここに挿しといたらいいんですけど、このインバーターに挿しときます。ちょっと電源が落ちてるよね。インバーターのここに挿しときます。でこれでオンしちゃうと、レッドオドのバッテリーからインバーターに電気を供給して、そこからバッテリー充電器に電気が流れてレッドオドを充電すると。わけわかんないことになっちゃって、すごいバッテリーにも良くないし、全く無駄な行為なんで、レッドオドから電気が流れるときはこのバッテリー充電器が作動しないようにしたいんですね。でちょっとね、こんなイメージです。ここのレッドオドのプラス端子に AMON のリレーをつないで、でこことこのバッテリー充電器のプラスをつないであげると、そんなイメージです。こうしてやって、でここにあとは車の ACC をつないでやる。そうしたら車のエンジン入れた時だけここの電気が流れると。エンジン入れた時はこのインバーター、車のバッテリーから電気をチャージしてるんで、これを充電しても構わないと。車のエンジンを切りましたと。エンジンを切ったっていうことは、まずここのリレーが動いて、ここがカットされます。電気がここは流れなくなると。でこのインバーター自体はこっちの車のバッテリーからレッドオドのバッテリーに切り替わって、インバーターの出力はレッドオドの電気を使って動くようになると。充電器の線はここで遮断されてるから充電はしないんで、ループになることがないんで問題ないと。そういうようなシステムをこのリレーを2つ使ってちょっと組んでいこうかなと。ポータブル電源を作ろうと思うんですけど、今回はこの家に余ってるこんな箱があったんで、これに入れていこうかなと。大きさがね、両方380かな。380の高さが240のこういうケースで、結構隙間が穴が開いてるんで通気性はいいかなと。こんな感じだね。主要のインバーターと充電器とバッテリーちょうど収まります。こんな感じで。だけどこれ逆にした方がいいね。インバーター上の方がいいかな。さあだいたい配線ができたんですけど、ちょっとねうまくいかないんだよな。思ったな。ちょっと仮配線、まだ長さ切ってないんですけど、動作確認で配線してみたんですけど、車の ACC の線が今ないんで、これでここでプラスに触れたら車の鍵を回してるのと同じ状態を作ってます。で、ここに5極リレーがあって、こっち側に AMON の4極リレーがあります。でこっちの4極リレーの方がちょっとうまくいかないんで、まずちょっと5極リレーから。車の ACC 鍵をオンにするとここがピッとなって、そうしたらリレーが動きます。でリレーが動くと電気はこの線を通って、これを通ってインバーターが動くと。でマイナスはマイナスはあれで、車だったらグラウンドでいいんですけど、マイナスに戻ると。でこの線をエンジンを切ったらこれを外している状態になって、そうすると今の状態ですね。で今の状態はここの電気は流れてなくて、こっちのプラスからこれね、ここの
ブレーカーを通ってここからこっちでインバーターに電気が流れてます。でマイナスからこっちに戻ってると。ちょっと一回やってみます。本当はねクリップとかもあった方がいいんだけど、それすらちょっとないんで、じゃあいきます。エンジンをかける。はい、これがカチカチなってます。こんな感じです。で5極リレーのリレーがカチカチ動いてて、こっちの A 門のもつないでるんで ACC 用になったらオンオフオンオフします。で実際どういうことかというと、今はレッド度のバッテリーからインバーターに電気が供給されてて、これを例えばこうすると動くと。これ分かりやすくちょっと見たいんで、車のバッテリーとインバーターはつながってない状態です。でエンジンをかけたらこっちのレッド度からの供給が遮断されるんで、こっちに切り替わるんだけど、今度はこっちがつながってないから、この扇風機が止まるはずです。やってみましょう。いきます。あ、そうだね、止まりました。リレーがちゃんと作動してるっていうことが分かります。で今はエンジンをかけてる状態で、エンジンを切って ACC の電気を遮断してやる。そしたらまたレッド度からの供給に切り替わって扇風機が回るはずです。やってみます。ああ、動いたね。こんな感じです。 OK です。これでインバーター一つで光線をつなぎ替えることなく、車のエンジンをオンオフオンオフしたら供給のバッテリーを切り替えるということができたと。でこれは1個 OK です。めちゃくちゃシンプルになった。 A 門の4極リレーが必要なくなって、配線もかなりスッキリですね。使うのはこの 12V250A の5極リレーだけです。ちょっと1個うまくいかなかったけど、まあまあそこは自分で気をつけるとしてこれでいきます。完成しました。ボックスにレッド度のバッテリー、そしてインバーターと、で下にバッテリー充電器で、バッテリー充電器のコンセントはここなんで、ここでこう挿すという感じです。電源がここにあるんで、横にこれ2本出してます。これはモバイルのポータブル電源として考えてるんで、これを車のメインバッテリーとつなげます。書いといた。でこっちは ACC も1本出しときました。なんでこれを車とこうピュッと挿すだけですね。でエンジンかけたら車のバッテリーから自動で切り替わると。これで 1280W は結構いいんじゃない？いいじゃん。いいでしょう。まあ重いけど大丈夫。で車も改造したんでちょっとやってみる？このモバイルポータブル電源になりました。これキャンピングカーのさ、後部座席の前側、結構スペースはあるんだけど、もうここでいいか、とりあえずこんな感じで、まあどこでもいいから置くのは。でここでこっちが車のメインバッテリーとつながる線、で 8AWG だからちょっと細いけど 500W 以内ぐらいで使えば大丈夫だから。でこれが一つでしょ。であとこれがリレーを動かすための ACC の電気とつなぐ車側のね、これが車のバッテリー、メインのバッテリーね。でこっち側がアクセサリーの線で、これをもうこうつなぐだけ。簡単でしょ。これだったらさ、すぐ外せて他の車にも持っていけるし、これだけです。いいね、簡単で。そうそう、一応動作確認だけしとく。動くでしょ。で今はレッドオードのバッテリーから動いてる。キーを回したら
切り替わるはず。カチンってなると思うから、うん。ちょっと俺回してみるね。うん。いいよ一回、うん。キーを刺した。回すよ。うん。どう？うんうん。カチンってなったでしょ。なった。今また切った。うん。これで車のオルタネーターから電気がいってるはず。でね、走行充電がね、できたらよかったんだけど、この充電器がうまくちょっといかなくてさ、夜までずっと考えてたんだけどね、結局原因がわからないから、走行充電するときはそのコンセントを自分で挿してやると。まあそれでもね、いいよね。300ワットぐらいで充電されるから。まあそうだね。いいでしょう。うん。こんな感じで、今回はポータブル電源を作ってみました。はい。So sweet, yeah, I need it.